よく狙って。よし、プリミティアプレイヤーエールです。なんとついにプリミティアがアーリーアクセスから正式版になりました。気になるアップデ内容は、ラスボスである古代のコアの追加と、その古代のコアが落とす古代のレーザーですね。せっかくなので、新しくゲームを始めて、古代のコアを攻略していきましょう。まずは、その辺に落ちている大鉄鋼で火を起こしたら、熱して赤くなったところを叩いて、鉄の剣を作りましょう。重量を増して威力を上げるためと、持ちやすくするために、石のグリップもつけています。さらに回復用のスライムの肉を持って、古代の要塞に突入しましょう。山の上から飛び降りて、要塞の中央に進んでいくと、なんと、中央の四角い物体が、爆風とともに浮き上がりました。こちらが古代のコアですね。周りには4つの追尾レーザーがついていて、私から逃げるように動いています。壁に追い詰めて、切りつけましょう。なるほど。鉄の剣だと威力不足なのか、あまりダメージが入りませんね。周りにもドローンやロボットのスポナーがあるので、古代のコアに気を取られていると、やられてしまいました。そこで、回復量の高い焼いたスライムと、体を守るための分厚い木の盾を持って再挑戦します。さっきと同じように、鉄の剣で攻撃し続けていますが、なかなか倒せず、ロボットやドローンが増えていき、またしてもやられてしまいます。それでも何度も挑戦して切りつけていくことで、あと少しのところまで追い詰めました。しかし、倒すと第2形態になって、後ろから来たドローンにやられてしまいました。だいぶ慣れてきたので、第2形態までは行けるようになりましたが、第2形態は自爆ドローンを放出するので、攻撃力が高く、なかなか手強い相手です。それでも、何度もやり直して、ロボットが運んでくるセラミックスの刃を利用しながら、耐久力を削っていくと、よし、破壊したと思ったら、ここで第3形態です。今までよりより高く浮かんだと思ったら、今まで見たこともないレーザーで攻撃してきます。レーザーは正確に私を狙ってきて、壁を使わないと回避不能な上に、盾も簡単に破壊するほどの威力がありました。鉄の剣も届かず、勝ち目がないと思ったので、ここは一旦撤退して装備を強化しましょう。鉄の剣だと威力不足なので、タングステン鉱石を、小石をくっつけた高温の草で熱して、1200度以上になったら、叩いて伸ばしてタングステンの剣を作ります。さらに、レーザーを反射すれば、逆にダメージを与えられると思ったので、銀を熱して銀の塊を作ったら、タングステンの刃に取り付けて絵にしました。さらにゴムの盾も用意して、防御面も強化しています。早速古代の要塞に乗り込んだ後、焼きスライムをばらまいて、回復場所を作ったら、古代のコアの討伐を開始します。ゴムの盾でレーザーを防ぎながら、叩いていくと、第2形態になりました。ここからさらに攻撃を続けて、ついに第3形態です。ここで発射してくるレーザーを銀で跳ね返そうとしていると、横からロボットに殴られました。諦めずにもう一度挑戦します。近づいて素早く切りつけることで、どんどん耐久力を削っていって、あまりダメージを受けることなく、第3形態にすることに成功しました。ここから落ち着いてレーザーを反射しようとしていると、なんと反射したレーザーを当てても倒せず、銀の方が壊れてしまいました。それから盾やスライムを使って返答した剣で切りつけようとしましたが、結局届かず、やられてしまいます。だったら第3形態になって浮かび上がる前に速攻で破壊する作戦に変更しましょう。左手で押さえつけながら素早く切りつけまくって、ついに、よし、倒しました。
その直後にやられてしまいます。戦利品を確認できなかったので、もう一度挑戦しましょう。さっきと同じように、第1形態、第2形態と順調に倒して、よし！第3形態の破壊完了です。今度は私の耐久力にも余裕があるので、しっかり戦利品の古代のレーザーを確認できました。でも困ったことに、上から古代の要塞に侵入したせいで、中から抜け出せず、やられてしまいました。でも情報の表示はできていたので、クリエイティブモードに移れば、コレクション機能で呼び出せるはずです。と思ったら、呼び出した古代のレーザーのサイズが小さいです。だったら今度は古代のコアを設計図機能で登録して、クリエイティブモードで召喚したら、ボコボコにして破壊しましょう。実はこんなことをしなくても、コレクション機能に古代のコアがあったので、無駄足でした。よし、これで大きい方の古代のレーザーを手に入れることができました。早速どんな機能があるか確認してみます。こうやってバッテリーをつけると、小さい方は細いレーザーが、大きい方は太いレーザーが照射されました。細い方にはダメージ判定はありませんが、太い方はダメージ判定があります。ダメージはゼロですが、結構遠距離にも届きますし、銀の板に当てると反射もしてくれました。そして、太い方のレーザーにコンデンサで大電流を流してみると、さらに太いレーザーが出ます。こちらにトリガースイッチとコンデンサ、バッテリーを取り付けて物体に当てると、破壊することができました。これは強力な武器ですね。小さい方のレーザーをつけると、レーザーサイトとしても利用できます。それでも、最大威力は低いですし、ある程度の時間照射しないと破壊することはできないみたいです。うまく火薬の武器と住み分けができてますね。レーザーを試すのはこの辺にして、ここからはラスボス用の装備作りに入りましょう。プリミティアプレイヤーエールです。今回はラスボス用装備を作ってみようと思います。なるだけ手に入りやすい材料を使ってシンプルで使いやすい武器にしたいのでうまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。こんな感じでアップデートで黄色い色になったトリガースイッチとタングステンの刃と火薬、コンデンサを組み合わせることでラスボス用の剣を作ります。普通に振っても使えますし、こうやってトリガーを引くことで、刀身を飛ばして攻撃できます。第3形態にとどめの一撃を与えるスペスナズソードですね。威力も申し分ないので、早速古代のコアを呼び出して試そうとすると、おっと、古代のコアの登場時の爆発で壊れてしまいました。そうならないように火薬部分を保護しましょう。第2形態の自爆ドローンにも耐えて安定して使えるように何度も改良を加えていくことでどんどん保護する部分が大きくなってしまいましたが、威力は問題なさそうなのでよしとしましょう。早速使ってみます。第2形態を撃破した後、第3形態を狙って発射すると、おっと、外してしまいました。それから何度も挑戦しましたが、当たる角度が悪いと倒しきれません。結構難しいですが、ちゃんと当たってくれれば、よし、倒すことができました。ラスボス用の武器はこれで良さそうです。次はラスボス用の盾です。こちらはいろんな材料を試しましたが、どんな材料でも簡単に壊れてしまいます。反射する銀に与えるダメージは少ないことと、ガラスと水晶はレーザーが透過すること、太陽電池がダメージを半減することは分かりましたが、結局のところ、盾として優秀な素材は補修材ということが分かりました。なぜなら、
レーザーを受けて壊れても、次のレーザーを撃つまでの間にくっつけて修理できるからですね。つまり、補修剤の盾と先ほど作ったスペスナスソードがあれば、ラスボスと互角以上に戦えるわけです。早速私の視点にして戦ってみましょう。補修剤でレーザーを受けながら第1形態を破壊した後はカンパスを与えず第2形態も破壊して残るは第3形態です。レーザーを補修剤の盾で防いで次のレーザーが発射されるまでの間に近づいたらよく狙ってよし、そんな刀身が当たって破壊できました。でもここは所詮クリエイティブモード、私が無敵状態です。そこで最後は以前使っていたデータをロードして通常モードでラスボス用装備を用意したら回復用スライムも用意して古代の要塞に侵入しましょう。自爆ドローンの一撃を受けましたがスライムで回復できるので問題なしです。まずは第1形態を壁に追い詰めてレーザー砲台から破壊していきます。手早く第2形態も撃破してやったー、発射した刀身によって簡単に破壊できました。さすがはラスボス用装備ですね。ちなみに実際には何度もやり直してますし、銃で遠くから撃った方が簡単ですが、この武器の方が楽しく戦えそうなので、よしとしましょう。無事に古代のレーザーを拠点まで持ち帰ったら、この勝利を祝してスライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので食べてしまいましょう。もちろん今回頑張ってくれたラスボス用装備さんにもお裾分けしてあげます。はい、今回の動画はここまでです。面白かったと思ったらチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなどコメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー